僕は男だ。武田さん、改めてお願いに来ました。もし僕が男の子であることを発表してみんなに受け入れてもらうのに成功したら、ゆめこちゃんのこともう一度考え直してもらえないでしょうか。それと成功の暁にはもう一つ、僕を武田さんの番組「オールドホイッスル」に出してほしいんです。はい、僕男のアイドルとして武田さんの番組に出てみたい。それは確かにそうですね。じゃあ僕がそこで結果を、つまり勝ってみせれば。ありがとうございます。ああ、そうですね。オーディションに勝ったわけじゃないですし。その先にあること。女性がですか？その時代を僕に作れと。わかりました。全力を尽くします。今度テレビの歌番組で発表する予定です。でしょうね。でも望むところです。その先にしか僕の目指す未来はありませんから。はい。そうですか。
ありがとうございます。ついにこの時が来ましたね。引き返したりなんかしません。僕の両肩には自分の夢、ゆめこちゃんの夢、武田さんの夢、全てがかかってる。やるぞ、ついに念願の男の子デビューだ。まずは全国のファンに僕のこと認めてもらおう。じゃあ社長、運命の歌番組収録行ってきます。わかりました。はい。はい、頑張ってきます。さあ、もうすぐ僕の出番だ。来た、ついに。これは。緊張して。もちろんです。今回は普通の収録とはわけが違うし。今日は歌う前にみんなに聞いてほしいことがあるんです。私実はたくさんのカメラが僕のこと捉えてる。でもプレッシャーに負けるな。今こそ全国に向けて言い放つんだ。ずっと伏せてきた秘密を。僕実は男の子なんです。はい、そうです、男の子。いった、ついにテレビカメラの前ではっきりと。これまで黙っててすみません。僕男なのにずっと女の子に変装してアイドルしてたんです。ファンのみんな許してね。これからは改めて男の子のアイドルとして活動していきます。何この反応。どうしてみんな笑ってるの？何かおかしいですか？冗談？嘘なんかじゃないです。僕男の子。決死でカミングアウトしたのに誰も信じてくれないよ。真面目に聞いてください。僕男です。本当に男の子なんです。
はいはい言って流さないでくださいよ。ギャーン、完全スルー決め込み。これでもうカミングアウトタイム終わりなの？今のでテレビ見た人は分かってくれるかな。それでももっと何かした方が。じゃあ歌いきます。大丈夫だよね。伝わったと信じよう。あとは歌に集中して番組の鳥しっかり飾らないと。今日は最高の出来だったさ。女の子としての締めくくりってことでしっかり歌わせてもらいました。ひとまず無事に終わった。あとは放映後の反応を待つのみだよね。テレビを見よう。来た。ついに僕の実は男の子発言が全国に流れる時が。この後すごい反響があるはずだから覚悟しておこう。おかしくない？どうしてトークなしでいきなり歌のシーンに。これってまさか僕の喋ったところ全部カットされちゃったの？どういうこと？トップになってからはこんなひどい扱いされたことないのに。あ、社長！今テレビで大変なことが。力って圧力？そんな通達だなんて。なんで僕のことを僕と社長以外の人が決められるんですか？忠告？それ脅しじゃないですか。
これまでチヤホヤしてくれた人たちが勝手に僕の進む道閉ざそうとしてるなんて。トップアイドルってこの程度のもの？やりたいこと一つも追いかけさせてもらえないの？すみません、りょういますか？この声は。ナムコプロの秋月です。もしりょうがいるなら会わせてください。律子姉ちゃん。りょう、あんた一体何やらかしたの？きな臭い噂、うちの事務所にも入ってきたわ。それがね。なるほど、そういうことか。僕一人の話で済むはずが、なぜか大揉めになってて。当たり前よ。あんたはもう泣く子も黙るトップアイドルなんだから。うちは直接は無関係ですからオフィシャルには来てないですけど、私個人宛てには何人かから取りなしてくれっていう依頼が来ました。律子姉ちゃんのところにも？まさか律子姉ちゃん、今日わざわざ来たのは僕を。いさめに来たの？まあそうね。状況を確認してことと次第によってはあんたを止めなきゃならない。そんな律子姉ちゃんまで。いい？りょう、あんたが自分のやりたいことをするのは構わないけど、その結果あんた以外の人はどうなってもいいの？僕そんなこと思ってないよ。僕が男の子デビューすることを待ち望んでくれてる人だっているんだし。そう、私が一番心配してるのはね、この事務所の雰囲気なの。事務所の雰囲気？ええ、あんたがスタンドプレーに走った結果ムードが悪くなるんじゃないかってね。活動拠点がギスギスしてたら笑ってアイドル活動なんてできないでしょ。まあそれは。私たちのナムコプロがたくさんのアイドルを世に送り出せたのはね、実はみんなの仲が良かったからっていうのもすごくあるのよ。喜びも悲しみも分かち合えたからそれが強みになった。あんたは仮に同期の子たちと契約になっても自分の目標貫き通す気？それは。男の子が男の子らしくなりたいっていう気持ちはわかる。でも全てを捨ててもその目標に突き進むだけの気持ち本当にある？もし私だったら一歩引いて周りを立てるけどね。周囲の空気読まないと後で結局自分にもマイナスになるから。空気。律子姉ちゃんの言うことわかる。僕が愛ちゃんやエリちゃんに迷惑かけるかもってことも。それでも僕やっぱり弾けないよ。りょう、あんた弾けない理由があるんだ。僕が弾いたら守れないものがあるから。守れないもの？それは僕自身の夢はもちろんだけど、歌の未来と一人の女の子の未来も。ここで僕が引き下がったら全部ダメになっちゃうんだ。武田さんの目指す歌の新しい時代なんて到底作れない。それにゆめ子ちゃんは夢をなくしたまま二度と立ち直れなくなる。だから
僕は引かない。空気なんて読まない。信じる者のために夢を成し遂げる。それが僕の使命だから。亮の使命？うん、僕の夢のその先にはみんなの夢と希望があるんだ。だから僕はこの道を進む。僕にしか進めない道だから。そう。亮、あんた大きくなったね。律子姉ちゃん。本当に大きくなった。これがあの亮だなんて信じられないぐらい。そういうことならもう私は何も言わない。全て背負い込む覚悟で行きなさい。応援してるわ。こんなこと言うのも照れくさいけど、今のあんたすっごくかっこいい。ありがとう姉ちゃん。律子姉ちゃんにも分かってもらえた。夢に向かって突き進むぞ。あ、メールが来てる。楽しみだな。ちょっとね。まだやらかしてはいないんだけどね。これからやらかそうとしてるのを妨害されてるだけで。そうとも言えるかな。でも全部がゆめこちゃん絡みってわけじゃなくて、これからの私の行動には他にもいろんなものがかかってるから。誰って一言で聞かれても困るけど、主にテレビ局の上の方の人とか、レコード会社の偉い人とか、それからグッズの制作会社とか出版社も結構絡んでるかも。まあある種の爆弾テロかもね。私が握ってる爆弾はとある秘密で、その秘密が広まるといろんな人にとんでもない影響が出そうなんだ。それでもやらないとね。だってその秘密をみんなに明かさないと、もう夢に向かって進めなくなるから。
ゆめこちゃん、私がやろうとしてるのは二の舞になることじゃないよ。むしろ逆。夢を諦めたらそれこそゆめこちゃんと同じになっちゃう。だってそうでしょ。今のゆめこちゃんは夢をなくしかけて動けずにいる。でもね、私はそうはならない。ほんのわずかな可能性でもある限り絶対に諦めたり引いたりしない。その確率がたとえ1% でも。ここまで厳しいことになるとは思わなかったけど、多分ね。これまで味方だった人がみんな敵に回ってるし、下手するとついてきてくれたファンまで敵に回しちゃうしね。それでも夢に背を向けることだけはしない。ゆめこちゃん、全てを決めるのは自分だよ。うん、自分が諦めない限り何かが起きる可能性はある。でも夢を諦めちゃったらそこで全ては終わり。夢は僕たちを見捨てやしない。僕たちが夢を見捨てない限りは。僕がこれからゆめこちゃんにそれを教えてあげる。今のゆめこちゃんと同じような袋小路から抜け出して道は消えてなんかないんだって示してみせるから。ちょっと熱くなりすぎちゃったかな。とにかくもうしばらく僕のことを見守ってて。それじゃあ。何？違うよ。そう、僕は男じゃない。まだ。希望をなくした君を救えた時、やっと僕は本当の男になれるんだ。それじゃあ。待ってて、ゆめこちゃん。僕必ずやり遂げてみせるから。さあ、帰ったらどこか発表させてくれる場を探さないと。全滅？交渉先がですか？ライブ会場も？いくらなんでもえげつなさすぎですよ。なんでそこまで。
こうなったらブログとか掲示板で発表しましょう。どうしてですか？じゃあどうすれば。諦めろって言うんですか？デビューした日からここを目指して頑張ってきたのに、その一歩手前で夢を諦めろって、そんなの嫌だ。僕は絶対に嫌だ。失礼します。テレビ局は何だって言うんだよ。男の僕が男のアイドルになって何が悪いんだよ。何か手はないのか。何か。くそー。それがあちこちから手を打たれて八方塞がりで、武田さん、こんな弱音吐きたくはないんですけど、僕これ以上どうしたらいいのかわからなくて。光が見えないんです。誰も僕の思い分かってくれようとはしなくて。今の僕には何が足りないんですか？コネですか？無茶言わないでください。諦める気なんて全然なかったのに。もしこのまま何の手も見つからなかったら、僕もう。あるんですか？だったら教えてください。お願いします。そんな場所があるんですか？まさかその場所は。オールドホイッスル。それじゃあ。ありがとうございます、武田さん。武田さんの番組で発表させてもらえるなら、こんな名誉なことはありません。はい、もちろん分かってます。感謝します。僕にチャンスをくれて。これで舞台は整った。
最後の切符を手にできるかどうか僕次第。呼吸を整えて心を平静に。今日の男の子としての最初の勝負、とても大きな一区切り。全ての積み重ねは今日のためにあったんだ。よし、さあ行こう。社長、ここがアイドルアルティメイトのオーディション会場。さすがに周りは誰もが知ってる有名アイドルばかり。確かに強敵揃いですね。確信？はい、たった一度のチャンス。でも一度あれば十分。僕の歌で道を切り開く。社長、見ててください。僕の一世一代の勇姿を。はい。武田さんもゆめこちゃんもきっとどこかで見てる。誠さんや弥生さんやあずささん、そして千早さんや律子姉ちゃんもどこかで応援してくれてるはず。何度も立ったステージにやっと本来の自分として立てる。過去を抜け出せ、新しい未来を作るんだ。僕の未来、歌の未来、そしてアイドルの未来を。よし、勝ったー！これが本当の僕の姿だ！あ、社長！今、全てが実を結んだんです。はい、女の子のアイドルを長い間やってきたことで、いつの間にか僕、男としての自信もついてたんです。だから歌ってて不安なんて全然感じませんでした。ずっと男の子のままでいたらこれほど成長できなかったと思います。社長、はい。あ、ゆめこちゃん。
ゆめこちゃん、見せたいものはこれで終わりじゃないから。来週の土曜の夜テレビを見てほしい。うん。その中で伝えたいこと全て伝えるから。こんばんは、皆さん。秋月亮です。テレビの前の皆さん、実は僕、秋月亮は女性ではありません。これまで女性アイドルとして活動してきましたけど、僕、本当は男の子なんです。驚かせてすみません。でも、これは事実です。ごめんなさい。なんて謝って済む話じゃないですよね。でも、これ以上自分の正体を隠していることは誰のためにもならないと思ったんです。はい。僕、散々悩みました。いろいろな人に反対されて告白するかどうか。下手をすれば二度と皆さんの前に出て歌うことができなくなるかもしれない。何より今まで僕のことを好きでいてくれた人たちを傷つける結果にもなる。きっと僕自身が黙って我慢していれば丸く収まってしまうことなんでしょう。でもアイドルである僕が素顔の自分で歌うという一番の夢を捨ててしまったら、人に夢を語る資格なんてなくなってしまいます。こうして勇気を振るって告白した今だから言えます。皆さん、夢を諦めないでください。もちろん叶わない夢だってあるかもしれません。でも夢を捨てる前にもう一度だけ考えてほしいんです。その夢は本当に望みのない夢なのか、望みはあるのに自分がそこから目を背けてるだけじゃないのか。できることが一つでもある以上、夢は叶う可能性があります。僕がこうして男の子として最高の歌の舞台に立てたように、ゆめこちゃん見てる？君と競い合い、君を何とか救いたいと思うことで僕、こんなに強くなれたよ。So I love you, my darling. I'll stay forever. It's something like a star. I'm falling for you. 前に進めない。これ以上そんな時にはいつも
日々は優しく溶け出してゆく。あなたといるそれだけで鮮やかにほら輝く。星空にきらめくあのかけらはまるで二人を照らすプリズム。キラキラ光るこの気持ち、愛されること愛すること、時が流れて光り出す思い出いっぱい作るのよ。二人が会えた人生も一度きりだと知ってるわ。手と手つないで歩き出すあなたと生きる素晴らしい世界。僕が男の子であることを発表したその後、周りの人、特にずっと応援してくれたファンたちからは全く予想外の反応が返ってきた。なんだこのすごい人だかり。ちょっと男の子に燃えないでよ。なんだそりゃ。面白がってついてきてくれる人多数。そしてまだ情けないところもあるけど応援してね。新たについてくれた女の子のファンも多数。合わせてファン数はとんでもない数に膨れ上がった。ですよね社長。前途同様。もう僕の前を遮るものは何もない。あとはただ一つ。やっゆめこちゃん。あ、見てくれた？やっぱり気づいた。あ、そうだ。武田さんからゆめこちゃんへのメッセージ。一から出直しておいでって。今度は小細工なんかしないでまっすぐに勝ち上がってくれば番組の件考え直してくれるって。嘘じゃないよ。ちゃんと約束してくれたんだから。
テレビで言ったことここでもう一度言おうか。ゆめこちゃん、夢を諦めないで。望みを捨てない限り夢は叶うから。できないことなんて何もない。僕が実際にやってみせたことで多分分かってくれるよね。そんな振り回すなんて。僕はただ。本当？分かった。まあ追いつけるものなら追いついてごらん。楽しみにしてる。さあ、それじゃあめでたく復帰も決まったことだし、久しぶりにご飯でも食べに行こっか。何かおかしなこと言った？いいのって何が？お腹空いてないって言うならしょうがないけど。テーマパークっていうのは何？ちょっとゆめこちゃん、手引っ張らないで。こうして僕はついに最大の夢を叶えた。男の子のアイドルとして頂点に立つという夢を。でもまだこれからだ。そう、これからきっともっと素晴らしい経験がこの先にたくさん待ってる。さあ、ゆめこちゃんや仲間たちと手と手つないで歩き出そう。みんなと生きるもっと素晴らしい世界がこのステージの先に必ずあるから。本当に男の人なんですか？信じられません。愛ちゃん、信じてよ。嘘なんて言うわけ。脱がします。え？脱がせばわかります。だから。やめて愛ちゃん、ダメ。どうしてです？上なら別に恥ずかしくないじゃないですか。でも女の子に向かれちゃうのはやっぱり抵抗が。愛ちゃんを止めて。オートロック作動。